はい、どうもこんばんは。ゴチログの慎吾です。今日は2月上旬にポチったデルのウルトラワイド 5K ディスプレイがやっと来たので、そのレビューをやっていきたいと思います。製品名は U40219W、 お値段なんと20万円です。ロマンしかありません。ディスプレイって今回のようなワイドディスプレイとアスペクト比が16対9くらいの普通サイズのディスプレイがあるんですが、これまでのワイドディスプレイはフル HD 相当の解像度のものしかなかったり、一方で普通の 4K ディスプレイだと作業領域が狭いという問題がありました。ちょっとここで話がそれちゃうんですけど、以前の動画で 4K は文字が小さいのでフル HD の方がいいのではというコメントをいただいたことがあるので、そこについてこの動画でお答えいたします。これは左が 4K で 350% に拡大表示した時、右がフル HD で 175% に拡大したものです。これを見れば一目瞭然だと思うんですが、 4K で小さく感じるときは拡大表示すればこれだけアイコン等が綺麗に見えます。一方でフル HD は滲んで見えますよね。文字も同様です。なので拡大した時にこそ 4K の方がいいと思います。はい、話は戻って、僕はこれまで作業領域を犠牲にして普通の27インチの 4K ディスプレイを使っていたんですが、この度デルが世界初の 4K 相当の解像度が出るワイドディスプレイを発売してくれました。僕はデルが大好きなんで買ってみたという感じです。今回の動画では開封からセットアップ、あとはどういう人におすすめできそうかなどを紹介していこうと思います。もう開封が始まっていますが、まずは付属品。ケーブル類は一通り入ってます。で、冒頭でも箱をお見せした通りかなりでかいです。ディスプレイ単体とスタンドを含めた総重量が 13.8kg です。これはもうほぼ3歳児くらい重さがあるんじゃないでしょうか。で、土台もめちゃくちゃでかいです。土台だけでもめちゃくちゃ重かったんで重さを測ってみたところ、まさかの 2.7kg、 軽いダンベルくらいあります。次に足です。非常にシンプルな足でつるっとしています。ケーブルを通す穴も開いています。はい、それでは組み立てていきます。 U27209M や S27219S と同様、デルは工具なしで組み立てられるのがいいですね。それではいよいよディスプレイのお目見えです。ここにスタンドを挿していきます。前回の S27219S の動画でスタンドを立てた状態で取り付けていたところ、視聴者さんからディスプレイは寝かせた状態で取り付けるものですよと教えていただいたので、その通りやってみました。確かに今回のように巨大なディスプレイだとスタンドを立てた状態では取り付けるのが不可能そうです。この机の幅は120センチなんですが、このぐらいの大きさの机に置こうとすると横幅がいっぱいいっぱいですね。はい、それでは段ボールから出していきます。いやー、テンション上がりますね、マジで。デルのロゴも後ろで光り輝いています。で、スペックの概要なんですが、横が95センチ、縦が46センチのウルトラワイドディスプレイです。今まで使っていた U27209M が横61センチ、縦35センチくらいなので、横に 1.5 倍で、なおかつ縦にも10センチくらいでかくなってます。で、解像度は WUHD という今のところネットで検索しても出てこないキーワードの解像度で 5120×2160 で 5K ディスプレイだそうです。液晶はデルお得意の IPS 液晶で、デルなのでもちろん無記点保証がつきます。曲率は 2500R なので、去年出たサムスンのオデッセイ G9 の 1000R よりも大きい曲率です。フレームは U27209M と同様、縁がとても薄いです。下のフレームのみ縁が少し太いですが、それでも1センチくらいです。中央にはワンポイントでデルのロゴがあります。主張が強くなくていいですね。フレーム上部には U27209M 同様、排熱用の穴が開いています。で、背面はシルバー塗装されていて、塗装の質感も綺麗です。右手側の背面には電源ボタンとメニューボタンがあります。裏側にあると操作しづらいので、リモコンが欲しいところではあります。次にポート類を見ていきましょう。左から電源、HDMI が2個、TP、イヤホンジャック、ひとまとめに USB で、一番右がLANポートになっています。
サンダーボルト対応の Mac などのノート PC をディスプレイのサンダーボルト3のポートにつなげた状態で、この LAN ポートに有線 LAN を挿すとディスプレイがハブの役割を果たしてくれるので、ノート PC にハブなしで有線 LAN をつなぐことができるようになります。動画の後半で紹介する USB-A3 つのポートは付属の USB Type-B ケーブルで PC と接続しないと使用することができません。使って数日ですが、ハイスペックで多機能なんですが、使いこなすのが難しい印象です。次は画面左下側です。給電用のポートが2つついていて、その横両サイドともスピーカーがついています。以前の S27219S の動画でディスプレイのスピーカーはおまけだということが分かっているので、今回は省略します。次にスタンドの機能を見ていきますが、上下の角度の可変域はこんな感じ。左右方向はこんな感じで結構動きますね。ちなみに垂直置きはできません。スタンドの高さ的に無理があります。次にスタンドの高さチェック。一番下げると机の面から5センチくらいまで下げられます。で、上げると17センチぐらいの高さになります。それでは自分のデスクに設置していきます。僕はモニターアームを使っているのでスタンドは不要です。で、ディスプレイは平らな面に置いて作業するんですが、画面を傷つけたくないので念のため毛布を敷きます。20万のディスプレイがその日に割れたらシャレになりません。僕が使っている Amazon Basic のモニターアームは耐荷重が 11.3kg です。今回買った U40219W はモニターだけなら 9.5kg なのでギリギリセーフです。買い替えずに済みました。で、重くなった分そのまま取り付けるとモニターアームが重さに耐えられずに落ちてくるので、モニターアームのこの部分の六角ネジを右方向に回して取り付けた時にディスプレイが下がってこないようにします。動画では1回しか調整していないように見えますが、これが結構締めないとダメで、アーム含めて 10kg のものを 5,6 回付け外しして調整しました。次の日筋肉痛がやばかったです。ちょっと話がそれるんですけど、モニターアーム使ってディスプレイをデスクの中心に設置するのって結構難しくないですかね。はい、ということでスイッチオン。無事つきました。めっちゃ綺麗です。なんですが、早速問題が発生しました。解像度を最大の 5120×2160 に設定するとリフレッシュレートが 30Hz になってしまいました。60Hz が選択肢として出てこないんですよね。30Hz って絶妙にマウスの移動が遅く感じるのですごく嫌です。で、原因解明に少し時間がかかってしまったんですが、どうやら HDMI ケーブルではなく DP ケーブルで接続しなければならなかったようです。これ以前 Pixelbook Go でも 60Hz が出ない問題に苦しんだんですけど、 DP じゃないと 60Hz 出ない時がたまにありますね。30Hz と 60Hz の違いが動画で伝わるか微妙ですが、体感としては雲泥の差があります。正直 30Hz しか出ないならこれ売ろうかなと思うくらい、本当に 30Hz は嫌です。で、スペース的にかなり無理がありますが U27209M も使ってデュアルディスプレイ化してみました。ロマンありますね。で、これはディスプレイの境目なんですが、解像度、リフレッシュレートの差がないので境目でカーソルが詰まらず滑らかに画面間を移動しています。次に色味を比較してみます。両方ともすごく綺麗なんですが、特に白い部分で若干 U27209M の方が青みがかってる印象です。Windows 定番の女の人が海岸を走っている壁紙にしてみましたが、こちらも同様の傾向でした。やっぱり U27209M の方が青が濃いですね。どちらも綺麗なディスプレイであることに変わりはありません。次はディスプレイ背面の USB ポートの使用についてです。U27209M はここに USB を挿すだけでデスクライトが使えました。ここのポートに接続することでディスプレイ背面にケーブルを隠せるので、僕としては絶対欲しい機能です。一方で U40219W は USB ケーブルを挿すだけでは認識されませんでした。仕方なくディスプレイ下部のポートから給電しようとしたんですが、めちゃくちゃブサイクになったのでこれはなしです。ネット上に落ちてる説明書を見ると USB-B ポートと PC をつなぎなさい、そうすれば横の USB-A ポートの3つが使えるようになりますよと書いてました。
本来はこの USB-B ポートはディスプレイをハブとして使いたいときに PC と接続して使うポートらしいです。ということで、付属していた USB-B ケーブルをそこに挿すと無事BenQのデスクライトに給電されて使えるようになりました。次は MacBook と接続してサブディスプレイとして使ってみます。接続には付属のサンダーボルトケーブルを使います。サンダーボルトケーブルもいろいろ規格があってややこしいですよね。ついでに LAN も挿して有線 LAN として認識されるかも確認してみます。はい、無事ディスプレイ経由で有線 LAN が引けていることが確認できました。で、複数の画面を同時に表示する Picture by Picture と Picture in Picture 機能も試してみます。Picture by Picture はディスプレイを分割して使用する機能です。この状態は左が Windows、右が MacBook のサブディスプレイとして表示されています。右と左を入れ替えることもできます。ディスプレイ裏面のボタンからメニューに入って右と左を入れ替えられます。MacBook を左に置くならこの方が自然ですよね。で、Picture by Picture の他に Picture in Picture モードもあります。メニューで Picture by Picture モードの下に Picture in Picture モードがあるのでこちらから切り替えます。どういう状況でこう表示するのか僕にはまだわからないんですが、なんというか全知全能の神みたいな感じはします。はい、数日使ってみた感想ですが、そもそも僕はこの U4021QW を動画編集用に買いました。動画編集してる時ってタイムラインをできるだけ横に長く表示したいので、そういう用途にはすごく便利です。一方でこれは全てのワイドディスプレイに言えることだと思うんですが、 YouTube の閲覧やネットサーフィンの用途ではワイドディスプレイは逆にもったいない感じがします。例えば Amazon ですが、そもそも両サイドの空白が多く表示されるだけなので完全にもったいない感じです。 YouTube も同様で全画面表示にしたところで両サイドは真っ暗です。なのでこのようなコンテンツ消費用途にはワイドディスプレイではもったいないように思います。ワイドじゃないタイプの普通のディスプレイがおすすめです。コンテンツ消費用途には僕がこれまで使っていた Dell の U27209M や S27219S がおすすめできるんじゃないかなと思います。4K で綺麗ですしね。一方でワイドディスプレイが向いているのは僕のように動画編集のような作業や、例えばブラウザを2個立ち上げて片方でブログ執筆、もう片方で書きたい内容の詳細を調べるなどの何かを作る作業には向いているように感じます。そのような作業をする方の中でなおかつ 4K 以上の綺麗なディスプレイで効率よく作業したいっていう方には今回ご紹介したこの U4021QW が向いているんじゃないかなと思います。はい、ということで最強のディスプレイと最強のスピーカーを手に入れたので、これまで以上にこの活動を頑張っていこうと思います。今回は以上になります。これからもガジェットや買ってよかったものをご紹介していくので、もしよかったらいいね、高評価よろしくお願いします。あとチャンネル登録もお願いします。はい、ゴチログの慎吾でした。ありがとうございました。